皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、世界中で繰り返されている数々の悲劇に共通する原因について考察してみたいと思います。人類は、はるか昔からあんなことやこんなことを繰り返し、多くの命がダメになってきました。それは今現在も継続されており、直近で言えば4月1日にもイスの国によってシリの国のイラの国の大使館へのあれがあり、イラの国革命防衛隊の幹部をはじめ多くの尊い人命が消えてしまいました。他にも世界を見渡せば今も56カ所であんなことやこんなことが展開されており、私たちにはそれぞれが全く違う原因で起きているように見えますが、実はその原因にはある共通項があるかもしれません。仮にそうだとするならそれが何かを知ることは、今後自分や家族にどんな試練、災難が降りかかる可能性があるかを予想できると思いますし、対策をするという選択肢も出てきます。世界中で起きている悲劇には突拍子もないと思えてしまうほどのおぞましい現実があるということが濃厚です。ぜひ最後までご視聴いただき、大試練に向けてのマインド設定にお役立ていただけたらと思います。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、人類の歴史を見ると人間同士の争いは絶えることなく、ずっと悲劇が繰り返されています。人類史を知れば知るほど人類の愚かさを実感することになるのですが、問題はまだ地球上のあちこちで悲劇が繰り返されていることです。セーフ・ザ・チルドレンのサイトを見ると、2020年現在で世界中で56のいざこざが起きているとされています。ちなみにセーフ・ザ・チルドレンではいざこざの定義を、政府軍や危ない勢力などの2つ以上の勢力が武力を用いて争い、衝突により年間25人以上の犠牲者が出た場合としているそうです。また、一方の勢力が軍や武装勢力ではない一般市民の場合でもいざこざの定義に含まれ、そのうちあれに関連した年間死亡者数が1000人を超えるいざこざを特に高強度いざこざとしているそうです。一体なぜこのような悲劇は繰り返されるのでしょうか。そしてなぜ平和な世界を実現することを目標に掲げ、組織された国連などの機関があるのに、全くと言っていいほど機能していないのでしょうか。このように考えると理解できないことばかりだと思います。逆にもしかすると国連などの機関は、もともと平和な世界を実現しようなどとは考えていないとしたらどうでしょうか。このような発想は、国連機関で世界平和実現に向けて一生懸命ご尽力いただいている方には大変失礼な言い方となりますが、あくまでも上層部の話であり、裏で糸を引くものに関する話としてご理解ください。確かに世界平和の実現ほど難しいものはないので、その成果は出ていないという考え方もあるでしょう。前に紹介したアルバート・パイクの世界征服計画には、世界中の人々が恐怖に陥り、救世主のようなリーダーが現れた時にすがりついてくるようにするためには、国家も無力である必要があるし、国際機関も頼りにならないという前提が必要になると解釈できるようなことが書かれています。彼らは150年以上も前に、そのようなことを画策し、その計画が成就するためには100年はかかると見積もっています。私たちが持っている時間軸とは全く異なる次元でろくでもない計画が遂行中であるということを理解することが重要です。少しずつ確実に国家を破壊し、人の倫理観を破壊することによって彼らの目的を成就させるために、各国の指導者や資本家を恐怖と甘い罠を使い分けて支配し、操るというのが常套手段と言えそうです。今現在起きている中東の問題の原因によく挙げられるのは宗教紛争です。では、右の国とロの国との間で起きている戦争はどうでしょうか。宗教紛争でなければ、軍産複合体やグローバリストが自分たちの利益のために争っているということでしょうか。他にも考えられる原因はあると思いますが、それらに共通することとは何でしょうか。そもそも共通することなどはあるのでしょうか。皆さんはどのようにお考えでしょうか。もし世界中で起きている、これから起きようとしていることがある程度予想されているとしたら、いたずらに不安があることはなくなるのではないかと思います。という意味で、今回の動画が皆さんの考察にお役に立てればと思いますし、私自身も自分ができることは何かと考え情報を発信するという選択をしています。私は世界中で起きていることの共通した原因を理解するためのヒントというのは旧約聖書にあると考えています。と言ってもあくまでも私の考えですので、参考程度にしていただけたらと思うのですが、私は特定の宗教団体に所属して活動していることはないので、旧約聖書というものの存在自体ずっとキリスト教関係の書物だと思っていましたし、
全く興味はありませんでした。ところが今回取り上げる中東情勢について情報を集めていくと、必ずと言っていいほど旧約聖書にぶち当たります。この膨大な書物を全て理解するにはかなりの時間が必要です。しかもその記述内容はあまりに解釈が難しく、いくつか解説をしてくださっている専門家の存在や書籍もありますが、その解釈には諸説あることがわかります。ただ明らかなのは、この世には創造主というものが存在していて、その教えに背いている勢力があるということです。旧約聖書とは一体何が書かれているのかというと、創造主の教えに背き、乱れた世の中になっていることに対しての警告とも取れるし、人としての規範を記しているとも言えるのではないでしょうか。日本的に言えば神事ということになると思います。創造主など本当にいるのかどうかという話はややこしくなるのでしませんが、逆にそんなものはいないとしているのは共産主義的な考え方であり、その結果がどのようになっているかは今現在の隣の赤い国を見ればわかります。共産主義的な考えでは、今を生きていられるのはご先祖様や神様のおかげであるという考えを否定していることで、人の命を虫けらのように考えて扱う事故が起きており、悲劇が生まれています。確かに言えることは、世界征服を使命としている勢力があるということです。その勢力はイナティやフメソンと言われ、陰謀論ではおなじみの組織です。これらの組織は闇の集まりではありません。その存在を隠すことなく堂々と明らかにしています。一方でその存在を否定したり、その活動は終わっているなどの説もありますが、彼らは自らの力を誰の目にも留まるような形で堅持しています。そこは最後に実例を挙げながら触れていきます。先ほど国連のことに触れましたが、世界平和の実現にどれだけの貢献をしているかというと、厳しい言い方になりますが、ほとんど意味をなしていないと思います。その莫大な運営費は日本からも拠出されており、もちろんそれは私たち国民の税金から賄われています。これが W 機関のロゴですが、よくよく見ると気味が悪く感じませんでしょうか。しかしこれは古代ギリシャ神話に出てくる医療の神様であるアスクレピオスの杖を意味しているとされています。ただ一方で陰謀論でも話題になる定番の話でもありますが、このシンボルが意味するところは悪の組織だというものです。蛇に関しては日本でも神の使いだと言われていますし、世界の国々でもいろいろな意味付けがされているようです。マタイの福音書ではイエスが十字架刑に処せられることが決定づけられたと言ってもいい出来事の記述があります。それは当時のユダヤ教の律法学者たちが創造主の教えに背き金融業を営んでいたり堕落した生活をしていることについて、彼らのところに乗り込み一括したことが聖書に書かれています。その時にその堕落した律法学者たちを蛇の子、マムシの子と呼んだという記述があります。つまり創造主を裏切り、自らが神になろうとしたと言われている律法学者たちこそが堕天使とかサタンとも言われますが、その子孫がイナティであり、その反逆の証ともいえる蛇をモチーフにしているというわけです。旧約聖書は世界最古の書物と言われ、今現在に至るまで支持され続けている理由は、書いてある内容通りに世界が動いていることにあると思います。もし嘘だった場合は、途中で継承されずに消えていたと思います。そのように考えると旧約聖書に書かれている内容は、考察する価値は十分あると思いますし、真実味が高いと思います。インターネット技術の普及とともに、世界中で起きてきた、もしくは起きている事件、事故、戦争など人の不幸につながることの多くがイナティが絡んでいるということを言っている暴露本や説があることを知ることができます。陰謀論の中にはとんでもない話も現実としてありますが、その中でも時間の経過とともに陰謀論の多くが事実であったということが分かってきています。私たちは2020年に世界を混乱に巻き込んだあれに対してのあれで起きた悲劇を目の当たりにしました。さらに2020年のアメノ国大統領選挙では明らかなあれがあるにもかかわらず、アメノ国の司法はその訴えを棄却するという司法の腐敗も目の当たりにしています。そしてそれらのことについて日本のメディアの扱いは偏向報道がひどく、あの人は選挙に負けたことを認めないだけでなく、アメノ国の国内を混乱させているといったような論調一色で一連の事件を報道しています。どちらかの肩を持つのではなく、客観的に見てあの選挙ではあれが行われていたというのが事実だったと思います。そして自由の国アメノ国では司法が腐敗しているということも明らかになりました。あの出来事によって世界中の人々がショックを受け目覚めたと思います。私もその一人なのですが、そうなるとなぜこのような誰にも判断できるようなおかしなことが表面化してきているのかを考えるようになります。何の免疫もない人がこのような話を聞いた時に、
激しい妄想にとらわれていると感じるかもしれません。どのように感じるかは人それぞれなので構いませんが、日本で起きていることだけを見ても明らかにおかしなことばかりだというところにも疑問が湧かないとしたら、それは 3S 政策と言われる愚民化、洗脳されている可能性があると思います。これから起きる試練は確実に起きます。何が起きるかは起きてみないと分かりませんが、金融、経済、自然災害、疫病、戦争などが一気に起きてくると私は感じています。どのセクターを見ても、彼らは計画通りに破壊と混乱を招くように準備をしています。政治、金融、科学テクノロジー、医療などあらゆるセクターを牛耳っているのはアシュケ人であり、イナティであることを忘れてはいけません。最後に、今なおイナティなどいないという人のために彼らが自らの権力を堅持している例を挙げておきます。1、1929年世界大恐慌の後に発行された1ドル札。2、アメリカのシンボル。3、EU のシンボル。4、あの裁判に見られる執着。ご覧の1ドル札にはイナティの力を誇示していると思われる部分が数箇所あります。まずあまりに有名なピラミッドの上にある目は、世界中を監視していることを表し、イナティの裏のシンボルとされています。そして、アンヌイトコエプティスと刻まれた言葉は13文字となっています。この文字自体はラテン語で記されており、神は取り組みを承認せられたりという意味らしいのですが、神とは誰のことなのか。そしてこの部分のアルファベットの羅列は何を意味しているのかというと、アルファベットをアラビア数字で表現すると分かります。なんと1776年を意味することになります。すぐにアメリカ合衆国の独立記念日だと思うかもしれません。ところがそうではありません。イナティのシンボルの下にわざわざ数字をアルファベットで表記しているわけです。なんとイナティの設立が1776年5月1日なのです。そしてピラミッドの階段も13段です。これらのことからわかるのは、この1ドル紙幣が発行された1929年以降にイナティがアメの国を支配したということを堅持したものである可能性があります。右側の図案については次で説明します。2については、アメの国の大統領室でよく見る図案です。ワシの足に注目します。向かって左側のワシの足には平和を象徴するオリーブが描かれています。しかしその葉っぱの数は13です。向かって右側の足には矢が握られており、その数は13本です。さらには、ワシの上にある13の星は、アメリカ独立宣言当時の州の数とも言われていますが、本当にその通りなのでしょうか。このアメの国のシンボルと言われているものは、実はイナティの表のシンボルと言われており、アメの国を支配しているという意味なのだそうです。3については前の動画でもお話ししましたが、 EU のシンボルに記されている星も13です。 EU というのは世界政府の雛形と言われています。国境をなくし、国家の法律、憲法よりも EU の決め事の方が優先されています。国家の象徴ともいえる貨幣もユーロに統一されました。この仕組みを全世界に展開しようとしているのがイナティであり、それに対抗した戦っているのがプー大統領とトラさんという構図が考えられます。最後に4については、かの有名なあの裁判にまつわる話です。巣鴨の拘置所に捕らえられていた容疑者はじめとした方々は、そこにおいて極刑が実行されることになりましたが、この巣鴨拘置所にはあれをする設備がなかったらしく、急遽建設されたらしいです。そのあれを行う場所に上がる階段の数が13段でした。そしてそこへ向かう扉には 13A と書かれていたのです。そして極刑実行日は12月23日と24日です。イナティの忌み嫌うイエスを祝福する日に絡んでいると思われます。これらはほんの一部ですが、全て偶然なのでしょうか。この13という数字の意味するところは国によって良い意味、悪い意味を持っていると言われていますが、イナティ目線で言えば彼らの13血族を表しているのではないかと言われています。ちなみにイナティをネットで調べると、イナティははるか昔に消滅しているとありますが、地下に潜ったとされている説もあり、これらの方が信憑性が高いと思ってしまいます。これらのことについてはいわゆる陰謀論でよく言われていることなので、馬鹿げた話と処理するもよし、さもありなんと受け止め、彼らの目論見の犠牲にならないようマインド設定をし、対策を施すもよしというわけです。つまり、信じるか信じないかはあなた次第ですというわけです。いかがだったでしょうか。真実を追求するというのは限界があるのも事実です。そのことばかりに意識や時間を取られてしまい、備蓄などの有事の際の対策をしていなければ何の意味をなさないと思います。
結局真実を求める目的は自分や家族、国家の危機に対して仮説を立て、懸念されることが起きる可能性があるのなら、そのために自分は何ができるのかというところを考えることが大切ではないかと思います。そして確かに人の命など何の価値もないと考え、よからぬことを考えている輩たちがいることに対して不安や恐怖で精神を満たされてしまったのでは、全くろくでもない輩たちの思うツボになります。学校で教えられてきた歴史ではなく、もみ消されてきた歴史にフォーカスすることで、誰が何の目的で悲劇は繰り返されてきたかの仮説を立て、今後起きるであろう災難に対して真っ向から立ち向かう覚悟を持って日々暮らすことをテーマにすればいいのだと私は考えています。創造主に逆らったサタンはこのような形で実在しているのではなくて、おそらくエネルギーだと思います。怖いとか不安とかを強烈に感じた時に精神を襲う現象です。逆にボランティアや困っている人を助けるなど他人のためにしてあげた時に精神が満たされるあの充実感が、創造主が言うところの良い行いでありエネルギーなのだと思います。ろくでもない輩たちのしてきたこと、それが仮説でも自分や家族の身に降りかかる災いとして起きる可能性があるのならきっちり対策して、あとはなるようになるという気持ち、あらゆるものやあらゆること、あらゆる人に対して感謝の念を持って日々を過ごせば、世の中にサタンがつけ込む隙はないと思います。旧約聖書は2600年以上も受け継がれてきたということは、そこに書かれていることが事実だからだと思います。嘘まみれなら当の昔に途絶えた書物ではないかと思います。だとすると今後起きうることもおのずと見えてきます。大難を小難に変えるには心構えと準備をすることが肝心だと思います。ろくでもない輩たちが目論む世界征服を実現するにあたり、彼らは増えすぎた人口を減らすことに躍起になっています。それが自然災害に見せかけるのか、細かな菌によるものか、経済ショック、疫病、荒れ、先人たちが食文化から排除した昆虫食など、あらゆるオプションが用意されています。同時に起こされることも視野に入れながら準備を整えましょう。だいぶ長い動画になってしまいました。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。